皆さん、こんにちは。日本語講師のゆりです。この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは、日本語の意味や文化だけでなく、なぜ日本人はそう考えるのかという背景にある考え方まで一緒にお話をしていく、そんなポッドキャストのコーナーでございます。昨日は自分が辞めたら会社が回らなくなるという、日本人独特の強い責任感について話をしていました。今日はその責任感であったり、遠慮する文化が日常の日本語にどう現れているか、もう少し具体的にお話ができたらいいかなと思っております。この本ですね、仕事の辞め方っていう本を書かれた鈴木おさむさんですが、実は自分のやりたいことを口に出すことを下品に感じていたそうなんですね。皆さんの国ではどうですかね？自分のやりたいことを口に出すこと、下品だって思いますか？日本ではガツガツすると嫌われやすいっていう意識がかなり強い感じが私はしています。皆さんはね、下品って聞いたらどんなイメージがありますかね？あるいはガツガツしているって言われたらどんな印象を受けますか？今日のキーワードは下品とガツガツするですね。下品はマナーがないとか品がないっていう意味なんですよね。この鈴木おさむさんが言ってる意味合いで言うと、この本の中では、要は自分の欲求をストレートに言い過ぎることを下品だって言っていますね。で、ガツガツするっていうのはオノマトペですよね。オノマトペです。日本にはいろんなオノマトペがありますよね。このガツガツするは勢いよく何かを求めるっていうようなそんな意味です。食事ならガツガツ食べるとか勢いよく食べるっていうそんな意味ですよね。仕事上で使うとしたら、あの人は出世のためにガツガツしているよねとか、そんな感じで言ったりもしますね。こういうニュアンスで使う場合は、自分の利益を強く求める人っていうニュアンスになりますので、少しネガティブな印象がありますね。ということですので、日本では欲しいものを欲しいって言うだけで、ちょっと下品、ちょっと品がないって思われてしまうわけです。そんな文化っていうのは確かに存在しますね。私自身も感じます。私自身は若い頃は、結構率直にものを言うタイプだったんですね。自分のやりたくないこととか、やりたいことははっきり、言うべき本人に伝えるタイプだったんですよ。で、大学院とか、大学で働いてた時は、それで困ることっていうのはほとんどなかったんですが、一般の企業で働いた時は、そういう姿勢がガツガツしてるっていう感じで、あんまりポジティブに受け取られないようなことも実際にありました。もちろん、日本の職場の環境によってかなり違うと思うんですね。ただ、控えめでいること、控えめでいることを美徳とするというような場の方が日本は多い印象があります。で、この感覚っていうのは、この大丈夫ですっていう表現にもつながってると思うんですね。大丈夫ですっていうのは、日本語としてはとても有名なフレーズだと思います。日本人はいりませんとかノーとかはっきり言うのを避けて、大丈夫ですっていうふうに柔らかく断ることが多いんですよね。これもやっぱりストレートに断ると、相手の気持ちとか、その場の雰囲気っていうのを乱してしまうかもしれないって感じるからなんですよね。で、その結果、本当は困ってるのに、大丈夫ですと言ってしまうこともあります。日本語の優しさと我慢っていうのはいつもちょっと紙一重ですね。紙一重なんですよね。この和を大切にするっていう価値観が遠回しな表現や自己主張を避ける態度っていうのを自然に作っていってるんじゃないかなって私は思っています。今日は
日本では自己主張が下品と感じられる理由についてお話をしました。あと、ガツガツと大丈夫ですね。皆さんの国ではどうですか？自分の希望をストレートに言うのは普通ですか？遠慮しますか？ぜひコメントで、教えてください。では明日はこの和っていう価値観をもう少し深く掘り下げたいと思います。どうして和を乱す行動っていうのが冷たく受け止められるのかっていうところですね。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。